いよいよ、公認会計士の論文式試験、最後のね、合格発表が目前に迫ってまいりました。今回ですね、僕の、今の率直な気持ちだったり、あとは今後の展望ですね、今後どうしていきたいのかについて話していきたいなと思います。まず僕の今のね、率直な気持ちとしては、めちゃくちゃ緊張してます。今までの試験で一番緊張してますね、間違いなく。っていうのも、例えば東大の理算の合格発表の時とかは、僕はね模試とかでずっと A 判定とか取ってたので、さすがに落ちないでしょみたいな感じだったから緊張しなかったし、他の資格試験はそうですね、この試験受けますっていうふうに公言して、こうみんなに応援されながら、こう勉強の過程も見せながら最後まで走り抜けていくっていう、経験がなかったので、公認会計試験が初めての経験ということで、背負うものも大きくてプレッシャーもあるし、そういう意味で緊張してますね。でも一応医師国家試験も公言はしてたのか。でも一緒に勉強した期間っていうのは、直前の1ヶ月、試験直前の1ヶ月とかだったし、医師国家試験はですね、公認会計士より合格率が断然高いので、医師国家試験よりかは公認会計士の方が断然緊張してますね。はい。現状の体感としてどれぐらいの確率で受かるかっていうと、本当に50-50なんですよ。受かっててくれっていう期待度も込めると6、7割ぐらいですかね。なので、全然落ちてる可能性はあるなっていうふうに感じてます。っていうのも、論文式試験だから、採点官がどういうふうに採点してくれるかっていうのが分かんないんですよ。で、僕の勉強期間が、11月に始めて、8月が試験、9ヶ月間っていう、そんなに短いんですよ。本当は2年ぐらいかけて、もっとかなわかんないけど、人によるけど、2年ぐらいかけて受ける試験なので、その9ヶ月の中で勉強するってなると、ちょっと間に合わない。模試とか受けられなかったんですよね。だからどれぐらいのこと書けばどれぐらいの点数が入るしとかっていうのもわからないまま試験本番に突入してしまって、みんながねどれぐらい点数取れるのか、自分は何位ぐらいの位置づけなのかっていうのが読めなかったので、だから本当は50-50なんですけどね、だいたい6、7割頑張って書いたから点数くれっていう、気持ちも込めて6、7割ですかね。で、今後の進展、今後どうしていくのかについてなんですけど、仮に落ちてたとしたら、ちょっと YouTube を引退しようかなっていうふうに考えてます。暗い話をしようと思ってるわけじゃなくて、河野玄斗はやっぱ勉強において最強じゃなきゃいけないと思うんですよ。自分は最強だっていうメンタリティで、今まで勉強法だったり、ね、発信してきたり、勉強を教えたりしてたわけなんですけど、あと多分ね、皆さんも、最強の河野玄斗っていうのを信頼して、勉強法とか、ね、参考にしてくれたりしてたんじゃないかなと思います。そこでね、今回試験に落ちてしまったら、やっぱり自分としても、なんていうか、この勉強法するべきみたいな自信を持って発信できるかわからなくなりますし、その最強神話っていうのが崩れてしまう以上、ちゃんとね自分のことを見つめ直して、で修行ですかね、自分を高める見つめ直す期間っていうのを設けたいなっていうふうに考えてます。だから前向きな引退ですよね。だから別に暗い話をしたいわけじゃなくて、本当に前向きに自分を見つめ直したいなっていうことで引退しようかなと考えてます。受かればいいだけの話なんですけどね。受かればいいから、落ちてたら引退しますよっていうのと、で、仮に受かってた場合なんですけど、受かってた場合は、公認会計士の実務を積もうかなと考えてます。やっぱ試験ね、受かっただけで、はい、終わりっていう風にはしたくないので、医師とか弁護士に関してはどうなんだってツッコミが聞こえてきますが、医師と弁護士は
あれは精度が良くなかったんですよ。その実務経験を積むために、研修医とか司法修習とか行かなきゃいけないんですけど、副業禁止規定があるんですよね。で今YouTube とかいろいろね、大学卒業する前から始めてたので、実務を積むってなると、そういういろんな事業だったり、ね、YouTube だったりっていうのをストップしなきゃいけなくなるわけですよ。それはさすがにあかんでしょっていうことで、実務は今のところ積めなかったんですね。ただ公認会計士に関してはそういう副業禁止規定もなくて、かなり融通が利くので、そういう意味でもすごく、公認会計士は魅力的だなっていうふうに僕は感じてます。でただやっぱり今のやってる YouTube とか事業とかいろいろあるので、そこでね、その監査法人に缶詰になって、専念してひたすら働くみたいなのは、現実的じゃないので、予備校の、CPA の先生だったりチューターだったりと話し合いながら最善の選択肢をね選べたらなというふうに考えています。それが受かったらしたいことですかね。その詳しいね内容についてはまたおいおい SNS、YouTube とかを通して発信していけたらなというふうに思っています。そんな感じですかね。とりあえず今三大難関国家資格、医師、司法試験に続いて、公認会計試験、非常にね難しい試験ではありましたが、その結果が18日に出ると。でその1週間後にね、25日にその各科目の点数と順位、そして総合の点数順位っていうのが出るので、ぜひそちらの方も楽しみにしてもらえたらなと思います。受かってたらね何位ぐらいで受かってるのかとか、落ちてたらねどれぐらい惜しかったのか、あるいは全然惜しくも何ともなかったのかっていうのも明らかになるので、ぜひね皆さん僕の順位も含めて予想してみてください。それをねその予想してみてくださいっていうのをツイッターで言ったところ、やっぱりみんなの期待度はすごい高いですよね。もう受かるにとどまらず1位とか2桁順位とか、取れたらいいけどどうだろうなっていう、そういう感じだったので、そういう意味でもやっぱり河野玄斗は最強であることを求められてるんだなというふうには感じてますね。でもありがたいです。本当にそう思っていただけてるっていうのが、別に僕はすごいプレッシャーに感じてるっていうよりかはありがたいなっていうふうにすごく思ってるので、その期待にね、たがわないような、そういう結果が出ることを今はただ祈るばかりです。ということで、18日の合格発表ありますので、ぜひ楽しみに待っていてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。